友人 Legendary. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。本州最北の地でひっそりと育てられていた幻の黒毛和牛。時を超えついにベールが明かされる。黒いダイヤの宝石とも言われるクロマグロは大間の丘にもあった。極上の霜降り肉、その旨み大トロ以上。青森県下北国定公園の豊かな自然が育んだ大間町の誇り。年間十数頭のみの希少性の高いブランド牛。その地味はまるで陸上のマグロ。幻の体験をあなたに。大間の漁師も食べている確かな味わい。オカマグロ大間牛。津軽海峡近海で不安定なマグロ漁が続く中、長距離移動にも耐えうる設備を投資してきた第38西方丸南兄弟。マグロがやってきたと大海へ繰り出していた前日の夜に生きイカとサバを約60杯ずつ釣り上げ、それを交互に仕掛けてマグロのあたりを見るという南兄弟ならではの手の込んだはえ縄漁を行っていた。早朝から1時間かけて仕掛けた100本以上の餌。揚げ縄開始から上々の100キロ超え本マグロを釣り上げる。広い大海原を止まることなく直線的に猛烈な勢いで突き進むクロマグロは、海中生物の中でカジキに続き最も速く泳ぎ、まさに猪突猛進の生き物である。その捕獲には常に危険との隣り合わせ。一度かかった魚体から外れ弾丸のように飛んでくる極太の針は凶器そのもの。多くの漁師が大怪我を負ってきた。接近したマグロに電気ショッカーを当ていち早く失神させるのも魚体の焼けを防ぎ、漁師の身の危険を避けるための手段である。ワンセット6キロに及ぶはえ縄を巻き上げ、続けて仕掛けたブイを目指し追いかける。100メートル間隔で泳がせた池餌にマグロが食らいつき、絡み合った縄を解きながらテグスを一気に手繰り寄せるはえ縄漁は、ラインホーラーの巻き上げ速度に合わせ仕掛けを回収するため一刻の猶予もない過酷な漁法だ。さらにこの巨大なマグロの血抜き内臓除去を弟竜兵さんが同時に行うという至難の技である。この日全長12キロにわたり120本もの針を投入。かかったマグロは4本と 3% の確率であった。
残暑厳しく残る最北の大間の海は暖色の夕焼けに染まり、海の神月の神に豊漁を願う9月を迎えていた。西方丸合計420キロの水揚げを行い、幸先いい釣果の滑り出しとなった。2022年7月、5人の男を育てた南兄弟最愛の母が去年61歳で永眠された。50代半ばにして病を患い、闘病生活を続けていた母を兄義和さん、兄弟をまとめ看病してきたが、一時自宅で静養していた母は病院へ戻った直後の翌日、容体が急変。そのまま静かに息を引き取った。父親に叱られた子供を優しく慰めることなく、さらに追い打ちをかけるように叱り育ててきた偉大な母であったという。南兄弟の勇猛果敢な精神は、母の厳しさと愛情が表裏一体となり、たくましく育ててきた姿に違いない。母を亡くした虚しさを胸の内に秘め、今日沖へ出て夜通し操業する。悲しみを紛らわすかのように必死に縄を引き上げた。その矢先、弟龍平さんが体調不良ではえ縄漁を中断していた西方丸。兄義和さん、マグロの群れがいなくなったと漁師たちが嘆く中、大間沖近海での一本釣り漁を決行した。6時間以上経過し、心が折れかけたその時、ついに義和さんに当たりが来る。これは何が何でも釣り上げたい。微動だにしない固まる巻き上げ機。釣れるのか。日没が迫り、荒波に揉まれながら手ぐすを手繰ること30分。不気味な海鳴りとともにマグロが船底までようやく浮上してくる。めったにない強烈な引きに疲労困憊の義和さん。しかし釣り上げた太い胴回りの上物に疲れも吹き飛ぶ達成感に浸っていた。船上での推定水揚げ重量、なんと250キロ級。奇跡の巨大マグロを引き当てた。静養していた弟龍平さんが復活。潮流に乗り津軽海峡一帯を何度も何度も往復するも3日にわたり当たりなし。海は静まり返っていた。ソナーにマグロの反応もない。浮世部隊の両親、表もあれば裏もある。魚探して迷い道、潮の流れ分かれ道、果てなき船のその先に幸せ色のイカ一つ。大間の漁師は辛い日々を過ごし嘆いていた。ああ、そうだよ、今夜も飲んでるよ。明かりはぼんやり
がとろりと踊れた歌い出すのさ船歌を沖のかもめに深酒させて愛しいあの頃よ朝熱団長ね追い打ちをかけるように日本列島に史上稀に見る大寒波が襲来。泥泊する漁船もいてつき、勝負どころの師走に不安がよぎる。10日後、厳しいしけの合間を縫い、沖への出漁を決めた西方丸。風が止むのを待ち、深夜のうちに出港。翌朝の日の出に焦点を当てる。暗闇の洋上で不眠で待機していた南兄弟。視界が広がった日の出に合わせて仕掛けの準備をする。吉和さん、一瞬マグロが跳ねるのを見つけた。かすかな鳥の姿が期待を膨らませる。今回は入念に下調べして選んだ秘密の漁場。いつもと違う海の異変を感じ取っていた。電気ショッカー投下。殺気を感じたマグロが暴れ出す。ショッカーが当たり海面に浮上。3度の空振りから久しぶりのマグロだ。その大きさは160キロ級。この量は
一本の釣果で帰港となった。不良が続き寒波襲来と重なり後がなくなった南兄弟。2日後再び同じ漁場で操業を決行する。漁開始から5時間後、ナブラが発生。吉和さん約200メートル後方の餌をナブラに合わせてゆく。絶妙に勘が的中。南兄弟流れに乗ったか。マグロヒットからわずか5分の早業で釣り上げた。そして間もなく操舵室のケーキに大量のマグロの反応。シーズン一番のめったにない大群に遭遇したのだった。その時サビキの役割を果たす爆弾がテグスの張力で宙に浮いている。かかった合図だ。勢いよく浮きの弾部が飛び出す。素早く糸ふけを兄弟で巻き取る。針にかかっているのか。順調に巻き上げること10分。マグロが浮上。先ほどをさらに上回る迫力ある本マグロだ。竜兵さんが手早く下処理する。終了間際、再びチャンスが訪れた。爆弾が宙に浮く。もう片方の仕掛けを上げ南部の回収をする。そして150キロ級のマグロを釣り上げシーズン後半戦の勝負へと挑む。寒波で町中が凍てつく中、5日ぶりの出漁となった。荒波をくぐり抜けたその先に海鳥の大群に遭遇。そこはまるで別世界であった。さらに数本のマグロの影。西方丸、
ここに陣地を置いた。気温マイナス2度、西の風風速8メートル。激しい荒波とうねりで厳しい状況だが、南兄弟静かな闘志を燃やしていた。波しぶきに紛れるように海と同化し、戦いの火蓋が切られる。マグロは必ずやってくる。水宝丸2時方向に20本近くのマグロを感知。いつ食らいついてもおかしくない、開始早々緊迫した状態だ。固唾を飲んでその瞬間を待つ。その時漁開始直後の当たり。南部の回収に成功し、巻き上げ機に接続。瀬戸際で20分に及ぶ攻防。ここで義和さん電気ショッカーの決断。森に打たれ流血するマグロ。まさに命を懸けた狩猟の光景。死闘を制した南兄弟。シーズン2本目の最大級、推定240キロ級の巨大マグロを釣り上げた。
列島が寒波に覆われ冷え込む年の瀬、全体圏ができる大間宿坊普賢院、木々に囲まれた閑静な敷地である。東日本大震災でのボランティア活動が大きなきっかけとなり、地元へ戻り僧侶の道を志した菊池雄大院大。連日のしけの中、地元の漁師たちが海難事故に遭わないよう祈祷を行っていた。ここ大間のイカ漁師も八戸や岩手県まで操業へ向かう。そんな中、青豊丸、強風と波が収まるのを港で待機していた。一瞬のしけの合間を見て4日ぶりに船を出す南兄弟。気温0度、西の風、風速7メートル。収まったとはいえ外海は厳しい世界だ。南兄弟、前回200キロ超えを果たした秘密の漁場を今回も選択した。総脱出の契機にマグロ数十本の大群、青豊丸の真下を通過している。シーズン一番のめったにないチャンスを逃すまいと、この漁も開始から切迫した状態だ。潮流を読み、群れの動きを予測し、吉和さん、餌をマグロに合わせていく。早朝から目の覚めるような圧巻の幕開け、奇跡の一投目。艶やかな150キロ級の特大マグロだ。群れはまだ近くにいるはずだ。水深30メートル付近でまたもやマグロの大群に遭遇。そして海面にまで姿を現した。集団でナブラを襲っている。吉和さん、船を近づける。その時爆弾が弾ける。Fish on! 連続ヒットだ。Target lock on!
大しけの影響もあり不良の海と言われた近海で一本釣り漁で勝負に挑んだが100キロ超え連発のまさかの大量撃。この時豊洲市場では高値で競り落とされた。最愛の母を亡くした南兄弟。涙もしたがその悲しみに暮れることなく仕事に誠意を出してきた。過疎化が進む小さな港町。母は生きていくための厳しさと前を向きめげない勇気を教えてくれたのかもしれない。それは漁師の父を隣で見てきた母ならではの精一杯の愛情だったのだ。自分に厳しく人に優しく。次回龍神。南兄弟兄義和さん。2023年本格シーズンを前に行っておきたいところがあった。大間から北へ約35キロの対岸へ渡る。その向かった先は札幌中央卸売市場。最北の食の台所北海道のマグロ事情の視察だった。龍神。